おはようございます。メリカミ太一です。今日は下ビラメソールを使ってソールムニエルを作っていきたいと思います。あと付け合わせはじゃがいものトルネです。それでは始めましょう。それでは下ビラメの下処理からしていきます。まず頭の上の方、口の上の方に深く包丁を入れて皮を剥いでいきます。皮を剥ぐ方法ですけども、頭の方から皮を剥いでいくのと尻尾の方から皮を剥ぐ剥き方と2種類ありますけども、私は個人的に頭の方からの方が好きです。なぜかというと、尻尾の方からすると筋肉の繊維を逆でる感じになってしまうので、私は個人的に頭の方から皮を剥いでいきます。もちろん皮を剥ぐ前に鱗ですね、鱗は一度きれいにかいてます。皮は滑りやすいので、紙などを使って滑らないように持って身の方を手で押さえながら、このような感じに皮を剥いでいきます。裏の面も同じように頭の方、口より上の方ですねに包丁を結構深めに入れて皮を剥いでいきます。この時必ずエカイですね、鱗はかいてます。そうしないとですね、皮を取った時にエカイが飛び散りますので、必ずエカイしてから皮を剥いでください。あと滑りやすいので、紙を使って皮を持って皮を剥いでください。それではルベ、下ビラメを下ろしていきます。まずよく切れる包丁で真ん中に包丁を入れて、あとは骨に沿って包丁を入れていきます。この時フィレドソールですね、ソールを下ろす用の柔らかいナイフを使っても構いませんし、普通の包丁を使っても構いません。一番重要なことはよく切れる包丁を使うということです。下ビラメですけども、骨が硬いので包丁を沿わしながら、骨に当たる音を確認しながら包丁を動かしていきます。今回は5枚おろしです。裏面にフィレが2枚、表にフィレが2枚、あと骨が1個でトータル5枚ですね。5枚おろしです。あと3枚おろしというおろし方があります。例えばスズキ、タイなどの魚は3枚おろしです。ダダ、ヒラメ、下ビラメ、カレイなど平らな魚に関しては5枚おろしが一般ですけども、あと3枚おろしという言い方をして、表と裏1枚ずつフィレを作るおろし方もあります。よく切れる包丁を使ってこの骨に当たる音を確認しながら下ろしていくと、まず失敗することはありません。もちろん残った骨は内臓と頭、エラの部分、目玉を取り除いて、ある程度の大きさに切って水につけて、あとヒュメドポワッソンですね、だし汁を取るのに使ってください。またヒュメドポワッソンの取り方は動画がありますので、それを参考にしてください。それでは汗染め、塩コショウで下味をつけていきます。まずこれは内側の部分ですね。内側の部分から汗染め、下味をつけて、あとひっくり返して皮目の部分の方もしっかり汗染めしてやります。この汗染めをした後、なるべく時間を置かずに魚を焼き始めてください。そうしないと塩で魚から水が出てきます。汗染めし終わったら粉につけていきます。粉も両面きっちりつけてきっちりはたいていきます。この時も表裏が分かるようにきっちり揃えてください。それではソールを焼き出す前にパセリのコンカッセとレモンを用意しておきます。フライパンを温めてバターを入れてゆっくり溶かしていきます。あまり焦げないように泡のついた状態で、先ほど
汗染めをして粉をつけたフィレドソールを焼いていきます。この時皮面じゃない方ですね、内側の面から焼いていきます。なぜかというと、皮面の方から焼いてしまうと一気に縮んで平らにきれいに焼けないので、皮面じゃない方、内側の方から焼いていきます。このようにバターがムース状になって焦げないようにフライパンを動かしながら焼いていきます。きれいに色がついたらひっくり返して皮の方の面を焼いていきます。この時バターは焦げすぎないようにブールノワゼット焦がしバターの状態を保ちながら焼いていきます。常にフライパンを動かしながらバターが焦げないように火加減を調節して焼いていきます。もちろんバターをノワゼット焦がしバター状にしながら焼いていきます。時々このような感じでアロゼですね、油を上からかけてやる作業を繰り返しながら仕上げていきます。魚の吸損、火が入りきる前にパセリを入れて、パセリも一緒に火を入れていきます。この時ソールは基本的にビアンキですね、よく火の入った方がほろっとして非常に美味しく仕上がります。ここで難しいのはパセリに火を入れながらブールノワゼットを作りつつ魚に火を入れていくという作業になります。パセリに火が入ったらパセリとブールノワゼット焦がしバターを一緒にまたアロゼをしていきます。ブールノワゼット直訳すれば箸バニのバターという意味になります。日本語訳では焦がしバターですけども、決してバターを焦がしてはダメです。箸バニ色、茶色い美味しい香ばしい香りの立つバターのことを指します。最後にレモン汁を絞って完成です。この時皮付きのレモン汁を絞ることによって皮が潰されてより風味が強くなります。最後にレモンの風味の入ったブールノワゼットを上からアロゼして完成です。それではドレスしていきましょう。それでは温かいお皿に先ほどのフィレドソールを置いていきます。付け合わせには定番のじゃがいものバプールですね。ただじゃがいもは今回シャトー向きにしています。やはりこのブールノワゼットの重いソースには湯がいただけのじゃがいもがよく合うと思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。